今日もしっかり訓練してきたわ。模擬戦でもしてきたのかい？いや、同僚のバーサークヒューラーと、どちらが口を大きく開けられるか戦ってきたんやで。カバかな？バーサークヒューラーのやつは家電粒子砲を撃てるから、大きく口を開けられるみたいやけど、こっちは電動と手動で口を開閉できるからな。電動と手動ギミックが優れてるダークスパイナーは、二足歩行ゾイドの到達点だと思うよ。でも、バーサークヒューラーは、CAS があるじゃろう？あれは羨ましいわ。まあね、でもほとんどの CAS が発売されず、幻のアーマーが多いゾイドなんだ。ほう、それは知らんかったわ。よし、じゃ、今回はバーサークヒューラーについて語っていこうか。俺らの同僚の話やな。よろしく頼むで。じゃ、まずは誕生の経緯について話していこうか。確か、元からバーサークヒューラーのデザインがあったけど、斬新すぎて最初にジェノザウラーを出したんやろ？そうそう、よく覚えていたね。バーサークヒューラーのデザインは、ジェノザウラーの開発段階から存在していて、革新的なデザインすぎたからデスザウラーの衣装を入れて、まずはジェノザウラーが発売されたんだ。デザイナーは、ゴジュラスやレッドホーン、デスザウラー、メガトプロスなど、代表的なゾイドをデザインした、ゾイドの生みの親の一人、藤野凡平氏なんやね。そうだね。藤野凡平氏の優れたデザインは、ゾイドの根幹となったもので、大ゾイド博では最初の展示で藤野氏がデザインした第一期ゾイド軍団と、デザインスケッチが展示されて、今でもタカラトミーのゾイドチームが相当なリスペクトをしているのが伺えたね。あの空間は、大ゾイド博で一番時間をかけて見ていた気がするわ。ゾイドを語る上で欠かせないレジェンドの一人、藤野氏だけど2000年6月に病でお亡くなりになるんだ。バーサークヒューラーが発売されたのは、2001年じゃろう？そうだね。バーサークヒューラーは2001年6月に先行販売されて、藤野氏の死後からちょうど1年後の発売だったんだ。そうだったんやね。大ゾイド博でわかる通り、藤野氏の偉大な功績へのリスペクトは大きく、バーサークヒューラーのイニシャル BF は、藤野凡平氏のイニシャルと合わせているんだ。確かにな。2010年に発売されたゾイドコンセプトアートでは、冒頭に、親愛なる友、BF0001 と共に、と記載されていて、BF の文字の意味を知ってる身としては、感激したのを覚えてるわ。確かにね。ゾイド公式ファンブック2巻でも、本章、数多くのゾイドを生み出した、トミーゾイドチームの子、藤野凡平氏に捧げます。感謝と、尊敬と、そして友情を込めて、と記載されていて、藤野氏の偉大さと名前は、ゾイドを語る上で欠かせない存在と言えるね。バーサークヒューラーのデカールには、番号である EZ049 の他に、BF02 が付属したけど、先の BF0001 と合わせると、意味が繋がるんやね。そうだね。バーサークヒューラーの名称は、海外版ではバーサークヒューリーに変更されているけど、それでもイニシャルは BF になっているんだ。大ゾイド博のスケッチを見ていると、藤野氏のデザインはゾイドワイルドにも受け継がれているのがよくわかったわ。スナイプテラやガブリゲーター風のスケッチは印象的だったね。バーサークヒューラーのキットは、先行して2001年6月に発売されたけど、一般販売は2001年の7月だったんだ。覚えてるで、アニメのゾイド新世紀スラッシュゼロで活躍したり、今までのゾイドとは一線を画するデザインが衝撃的で、当時は自転車で近所を回ってやっと購入したわ。お前、何歳だよ。発売当時でもバーサークヒューラーの革新的なデザインは賛否があったけど、僕は F117 ナイトホークみたいなデザインが、時代の最先端でかっこよいと思ったよ。今ではステルス戦闘機のようなデザインは当たり前だけど、当時はまだ新しすぎた感があったからな。そうだね。もう一つの特徴として、第2期ゾイドでは、ゾイドの組み立てやすさを、組み立てレベルとして数値化していたけど、バーサークヒューラーは初のレベル6だったんだ。デスザウラーやウルトラザウルスでも、組み立てレベル5やったのにな。実際に組み立てに1時間くらい時間がかかって、レベル6の意味を理解したわ。バーサークヒューラーの組み立てレベルが高いのは、
その独特なギミックによるものなんだ。ライガーゼロと同じく、CAS を採用しているため、アーマーの取り付けが必要で、さらに歩行と、過電粒子砲発射形態の自動変形機構を両立するため、内部の作りも複雑なゾイドになっているよ。ジェノザウラーと同じ構造かと思ったら、中身が全くの別物でびっくりしたわ。その分、ジェノザウラーで破損しやすかった、首の構造が改善されたり、尻尾のフィンが展開したりと、見どころ満載なキットやったね。そうそう、歩行と過電粒子砲発射形態の変更は、背中のスイッチで操作が可能で、これは電流の流れる方向を変更することで実現しているんだ。2001年の頃は、その性質と LED を組み合わせて、歩行時には目を光らせて、過電粒子砲発射形態では過電粒子砲の砲塔を光らせる改造が流行ったやね。複雑なギミックなのに、電池ボックスを外付けすることで、ゾイド本来のシルエットを崩さない工夫も良かったね。電池ボックスの外付けで、ゾイドコントローラーを使えば、遠隔でゾイドを操作できたのも感激したわ。その他にも、後のゾイドのスタンダードとなる機能があって、足裏の歩行用補助パーツが取り外せるようになっているんだ。あ、それは Y もできるで、バーサークヒューラーから採用されたギミックだったんやね。ただ、気になる点もあって、それは素体にした時に、コックピットハッチがないことなんだ。確かにな、アニメでは、コックピットハッチがあったのに、キットにはなくて、素体はちょっと格好悪かったやね。その辺は、後に発売された HMM で改善されているよ。HMM は、理想のバーサークヒューラーになっていて、最高やったね。あとは、ディロフォースやグランチャーとの合体ギミックもあって、これはユニゾンの先駆けのような機能だったね。めっちゃキメラブロックスっぽいやつと、合体する構想もあったみたいやからね。バトルストーリーでは、ゾイド公式ファンブック3から登場。完全野生体を採用した、アイゼンドラグーンの機関ゾイドとして、登場するよ。確か、ライガーゼロの兄弟機で、ライガーゼロは共和国に奪われるけど、バーサークヒューラーは、我らがボルフムーロア皇帝が操縦して、守りきるんやろ？そうそう、このシーンでは藤野氏が最後に開発していたエレファンダーが基地を防衛する中、バーサークヒューラーの物語が始まるんだ。その後もライガーゼロや、そのパイロットのレイグレックとは、因縁の対決が多かったやね。同じく、完全野生体を採用したゾイドだから、その後もライバル関係が続いたね。ティラノサウルス型の野生体は、デスザウラーやゴジュラスのベースにもなっているんやね。そりゃ強いわ。そうそう、野生体はガイロス帝国がある暗黒大陸に生息していて、バーサークヒューラー自体も所属はガイロス帝国であったものの、配備されていたのは旧ゼネバス帝国派のアイゼンドラグーンだったんだ。アイゼンドラグーンは、ゼネバス帝国派の部隊だから、ほぼゼネバス帝国軍専有のゾイドなんだよ。中央大陸への侵攻時には、Y が弱体化させた共和国ゾイドを蹴散らかしていたな。あ、それはシュプルムヒューラーかもね。最高速度が 450km になるバーサークヒューラーの電撃戦特化の CAS だよ。あれが CAS だったんか、早すぎるし、色が変わらないから見分けがつかなかったわ。まあね。バーサークヒューラーはバーサークユニットが優秀で、ほぼ CAS が不要な完成度の高さだったんだ。確かに、背中にマグネーザーを積んでいるのは強いわな。そうだね。マグネーザーの機能を有するバスタークローは、バーサークヒューラーを象徴する複合武装なんだ。マグネーザーや E シールド、ビーム砲がついとるんやろ。便利武器すぎるで。そうそう、マグネーザーは、共和国軍のマッドサンダーのメイン武装だね。デスザウラーを倒したあのゾイドやね。このマグネーザーはレッドホーンの改造機、サンダーホーンで検証して完成したもので、まさかゼネバス帝国にとって天敵と言える武器を装備するとはね。柔軟な発想の勝利やね。圧倒的な強さでいつも頼りにしてるんやで。単純な戦闘能力ではジェノブレイカーを超えているからね。バーサークユニットが優秀すぎて、他にキット化された CAS は、シュプルムユニットだけなんだ。幻の CAS としては、砲撃戦特化のヤクトユニットがあるよ。ワンフェスでファンが作った、ガレージキットが販売されてたやつやね。
これは見るからに砲撃特化って感じやね。そうそう、バーサークヒューラー自体に過電粒子砲が装備されているから、採用されなかったユニットなんだ。他にも妄想戦記に登場したシュプルムテュランもおったね。シュプルムテュランは妄想戦記以外にも、バトストでたびたび登場しているよ。外遊機にやられてなかったっけ？まあ、シュプルムテュランはシュプルムヒューラーよりも、最高速度が 50km ほど落ちていて、400km になっているんだ。HMM の設定では、シュプルムヒューラーを扱いやすくしたゾイドと説明されてたやね。でも赤いカラーリングはジェノブレイカーっぽくて人気あるんよね。バーサークヒューラーは、メインパイロットである皇帝陛下が、エナジーライガーに乗り換えたことで、バトストでの活躍は長く続かなかったんだ。バーサークヒューラーは、どちらかというと、アニメでの活躍の方が印象的かもしれんね。そのアニメでは、ゾイド新世紀スラッシュゼロのラスボスゾイドとして登場。初登場は第22話、海に潜む竜。ライガーゼロと同じくアルティメット X として、海底から発掘されるんだ。パイロットはベガやったね。皿の見た目といい、絶対レイブントリーゼの子孫やで。ビットも髪色とかから、バンやフィーネの子孫っぽい感じがするよね。ゾイド新世紀スラッシュゼロは、ベガやバーサークヒューラーが出てくると、最終回が近づいてきた感じがするんよね。確かにね。バーサークヒューラーは、最終回まで怒涛の活躍を行い、23話では素体状態で、チームブリッツとチームライトニングを圧倒するんだ。尻尾と足を使った戦いは、スタイリッシュでよかったね。そして、最終話ではゾイドアニメでも伝説と言える、ライガーゼロとの格闘戦を繰り広げるよ。オープニング曲を BGM に、獣らしい激しい戦闘を行うのは、ゾイドアニメでもトップレベルの名シーンよな。バトルステージが、ウルトラザウルスの甲板というのも良かったね。大切なのは、踏み込みと間合いと、気合やで。ゾイド新世紀スラッシュゼロの放送後は、2004年から放送されたゾイドヒューザーズで、ライバルのブレイドの相手として活躍。ゾイドヒューザーズはゾイド新世紀スラッシュゼロとは、シールドの貼り方が違ったりと、ちょっとずつ仕様が違うんやよね。何よりも印象的なのは、バスターイーグルとのユニゾンで、ユニゾンするとバスターヒューラーになるよ。俺らのパクリやね。落ち着けって。バスターヒューラー自体は賛否が分かれるデザインだけど、アニメ本編では過電粒子砲を一回も撃たないで退場したのは、ちょっと残念だったね。後から登場した外遊機は、過電粒子砲で活躍しまくってたのにな。バスターヒューラーのバリエーションとしては、模型紙で掲載された量産型バスターヒューラーも存在していて、こちらはミリタリーチックなデザインがファンから好評だったよ。お、これは万人受けしそうな格好良さやね。外遊機はバーサークヒューラーとほぼ同様の素体を使用した共和国のゾイドで、特徴としては光学兵器を無効化する周光パネルと、ブロックスと合体する BCAS を搭載しているんだ。周光パネルは、物理攻撃に弱かったんじゃなかったっけ？ BCAS は、エボフライヤーやディスペウローとユニゾンするんやね。そうそう、外遊機にもブロックスが搭載されていて、それは飛燕と月光だね。当初はこの2体のみだったけど、後に発売された外遊機、新では、イノシシ型の雷電が付属するんだ。5体のゾイドと組み合わせて遊べるとは、とんでもないゾイドやね。元のバーサークヒューラーの作りの良さが伺えるね。アニメの外遊機は、オペレーションジェネシスの候補ゾイドとして登場。リュックの独弾でブレードに与えられるんだ。リュックはヒロインしてたな。その後は、エナジーライガーやセイスモサウルスといった強敵を相手に、ライバルの RD と共闘していくんだ。外遊機は漢字を使った名前と、印象的な周光パネルの影響もあって、今でも人気のゾイドやね。そうそう、名前の由来は共和国と共同で外遊機を開発した、東アジア系地球人が居住する企業への感謝から漢字が採用されたんだ。意味は共和国が中央大陸に凱旋すること、竜のデザインを取り入れていること、印象的な周光パネルの輝きから来ているよ。ワイらにはデスザウラー、セイスモサウルス、エナジーライガーさんがおるから、簡単には凱旋させへんで。
お前が戦えって。外流機のデザインは、第3期ゾイドのゾイドワイルドでもリスペクトされて、ゼノレックスはほぼワイルド版の外流機になっているよ。見た目も外流機っぽいけど、変形するのも外流機っぽいゾイドやね。ワイヤバーサークヒューラーは、ゼノスピノやオメガレックスで転生したけど、外流機も転生してくるとはな。外流機はバーサークヒューラーのバリエーションとして考えられるけどね。先に紹介したシュプルムテュランとは、赤と青の色が正反対で見るからにライバルって感じやね。外流機とシュプルムテュランは対決していて、その時は外流機が勝利しているんだ。でも BCAS や周光パネルの初お披露目の時やろ。手の内が分かればシュプルムテュランも負けへんで。確かにね。でも赤いバーサークヒューラーといえば、最強のバリエーションが存在するんだ。ほう。それは、ゼネバスヒューラーだよ。ゲームゾイドサーガに登場したラスボスゾイドで、アニメ版デスザウラーのゾイド因子を取り入れているんだ。ほう、我らがゼネバスの名前を付けるとは、特別なゾイドなんやね。それにしても局面メインの走行は、バーサークヒューラーのバリエーションとしては珍しいやね。そうそう、さらに特徴的なのは全身に搭載したバーニアで、最高速度は時速 600km になるんだ。600km。リニア新幹線急に速いんやね。しかも、めちゃかっこええやん。あまりにもかっこよいバリエーションで、こちらも模型のイベント、ワンフェスでキットが販売されたことがあるよ。未発売キットの立体物が手に入るワンフェスは、バーサークヒューラーにとって、ありがたいイベントやね。そうだね。他にも外流機が U に近いデザインになった、東方大陸バージョンが発売されたこともあるし、同様のバーサークヒューラーに教えてあげてよ。お、で。あいつめちゃ喜びそうやね。その他にも漫画に登場した、バーサークヒューラーシャドウエッジも人気のバリエーションだね。トゲトゲした感じが良いよな。もちろん、バーサークヒューラーは企業から様々なキットが販売されていて、有名なのは HMM バーサークヒューラーや稼働王バーサークヒューラーかな。HMM はもちろんやけど、稼働王もダイキャストを採用して、蛇腹が動いたりと驚異的な完成度なんやってね。Y は持ってないから、一度遊んでみたいわ。バーサークヒューラーは特別なゾイドだからこそ、どの商品にも気合が入っているのかもね。あいつ、そんなにすごいゾイドやったんか。カバみたいなことして遊んでるから。真面目な訓練やで。今回はこのくらいで、ご視聴ありがとうございました。